アシとカイロ発1泊2日の砂漠ツアーに行ってきます。今回のルートはこんな感じ。サハラ砂漠の多様な砂漠を巡って夜は砂漠でキャンプの予定。楽しみすぎる。カイロ移動中はピラミッドも発見。カイロを出発して2時間、徐々に砂漠のような景色になってきた。昼食を食べるオアシスまではカイロから4時間ほど。オアシスとは砂漠などの乾燥地域において水が湧き植物が育つ緑豊かな場所である。途中で休憩を挟みながらようやく到着の気配。これはもう買わないとだ。オアシスで昼食を提供してくれるベドウィンの家。ここはオアシスにある一般家庭で、ベドウィンとは砂漠の住民、アラブの遊牧民族のことを指すそう。到着するとすぐに美味しそうな食事を出してくれた。エジプトで主食として食べられているアイシバラディというパンに具材を挟んで食べてみる。中が空洞になっているパンなので具材をたっぷり入れる。トマトベースの具材の他にもいろいろな味付けがあってどれも絶品。ごちそうさまでした。昼食を食べてしばらく車を走らせると砂漠エリアに突入。ついに砂丘に到着したので、これからサンドボードに乗ってくる。エジプトの民族衣装ガラベヤを貸してもらい、頭には日差しや砂ぼこりを避けるスカーフを巻いてもらって準備万端。ちなみに今回のツアーガイドナニさんは日本語ペラペラのエジプト人。うまく乗れるかな。お願いします。ちょっぴり心配。傍から見ると滑稽な姿である。しかしかなり楽しい。サンドボードにたくさん乗って写真を撮って砂丘を大満喫することができた。続いて黒砂漠へ向かう。黒砂漠は火山活動でできた黒い玄武岩が広がり、砂漠一帯が黒く見える神秘的なエリア。移動中はエジプトの音楽を楽しむ。道はオフロードになり、辺りはどんどん黒い景色に変わっていく。ちなみにガイドさんが黒砂漠が一番好きだとか。目の前に面白い形の山が見えてきた。マルスス山と呼ばれ、アラビア語で積み重ねられたという意味があるそう。その名の通り、上の方には柱のように連なった玄武岩を見ることができる。地面にはそこら中に鉄分を含んだ石が落ちていて、見た目よりかなり重い。少し移動して黒砂漠の絶景ポイントに行く。ワクワク。絶景を見るためにはこの山を登らなくてはならない。ガイドさんはサンダルで軽々登っているが、上はかなりの急斜面。とんでもない足腰。ちときつい。ようやく登頂。まるで別の惑星のような不思議で美しい世界が広がっている。太古の火山活動で形成された黒い玄武岩の山々が奥までずっと続く圧巻の景色。ちなみに過去にはここで NASA の月面着陸の練習が行われたとかなんとか。黒砂漠かっこよすぎる。下りはかなり怖くてそろりそろり。油断すると転がってしまいそうである。
無事下山。大変だったけど登ってよかった。黒砂漠エリアを後にし、次はクリスタルマウンテンへ。クリスタルマウンテンは名前の通り、岩山全体がクリスタルの結晶でできているらしい。早速探索へ。太陽の光を浴びてキラキラと輝く砂漠の中の宝石箱のような場所である。一部の人の間ではパワースポットとしても知られているとか。クリスタルを持ち帰ることは禁止されているが、せっかくなので綺麗なクリスタルを探してみる。結構怪しい姿。大きなクリスタルがとにかくたくさん。このクリスタルマウンテンは太古の火山活動や地殻変動によって偶然形成された非常に珍しい地質学的スポットだそう。大きすぎて動かすことのできないものや細かい柱のようになっているものなど、クリスタルの種類も千差万別。見ていてとっても面白い。クリスタルマウンテンを後にし、次はアナバド山に向かう。迫力満点なドライブでアナバド山に到着。辺り一面奇岩群に囲まれている絶景。アナバドとはアラビア語で困難を意味する。ラクダで移動していた時代、ここを乗り越えることが困難だったことからそう名付けられたと言われている。確かにここを車以内で移動するのはとても大変そう。アナバド山には面白いフォトスポットがあるみたいなので、ここで記念撮影もしてきました。いよいよ本日最後の砂漠、白砂漠へ。白砂漠にはキノコのような形の石灰岩がたくさん広がっている。砂漠の強風によって運ばれた砂粒が長い年月をかけて岩を侵食し、特に地表近くのカムが削られることでこのようなフォルムに。まるで天然の美術館なよ。白砂漠での夕日を見るべくガイドさんおすすめのスポットへ。今から数千万年前、ここはテティス海という大きな海の底だったそう。海に生息していた貝やサンゴなど生物の遺骸が長い年月をかけて堆積したことで今の白砂漠が存在している。そんな白砂漠では夕日に照らされてオレンジ色に染まるとても幻想的で美しい景色を見ることができる。周りには私たち以外に誰もいないので、風と足音以外には何も聞こえない。まさになんちゃって。丘の上からしばらくこの美しい景色を楽しむ。夕日を横目に今日のキャンプ地を探す。しばらく車を走らせて本日の宿泊地が決定。キャンプ地が決まった頃、ちょうど夕日が沈んでいた。今日宿泊する場所はスフィンクスのように見える岩の近く。寝床を作る頃には日が落ち、砂漠の静けさが広がっている。火起こしをして夕食の準備。あんなに暑かった砂漠も夜はダウンが必要なほど冷え込む。本日の夕食はチキンの炭火焼き。
焼き上がるまでは火を囲んでフルーツやお茶を楽しむ。とてつもなく食欲のそそる匂い。レモン虫持って完成。炭火で焼いたチキンとラズミシャーレイヤやスープなど豪華な食事。大自然の中で食べるエジプト料理は絶品でした。今日は想像もできないほど長い地球の歴史を感じられる素敵な一日でした。満天の星空の下でおやすみなさい。おはようございます。今日は朝日を見るために少し早起き。静かで心地の良い朝である。太陽が出始めているので朝日を眺めながら散策。果てしない砂漠を歩いていると本当に異世界に来たかのような気分になる。ここら一帯は約数千万年前まで海底だったため、地面には貝殻の化石がそこら中に埋まっている。朝のお散歩、とても贅沢な時間だった。お散歩の後は朝ごはんタイム。アイシュマラディにポテチを挟んで食べると美味しい。とても癖になる食感。出発した後はラクダに見える岩やひよこに見える岩を見に行く。ここは白砂漠の中でも一番有名なスポットだとか。確かにマッシュルームとひよこに見える。自然の力恐るべし。他にもウサギに見える可愛い岩などもあった。楽しかった砂漠ツアーも終盤。もらったお菓子を食べながらカイロ方面へ戻ります。ちなみにこれとっても美味しい。この2日間の2人にはとてもお世話になりました。ガイドさんの知識がとても豊富で移動中もずっと楽しかった。途中で温泉の出る町にも寄って汗を流しさっぱり。間に休憩も挟みながらまたカイロまで長旅。謎めいたソーラーパネルがあったり、多肉植物のようなものが生えていたり、砂漠以外にもたくさんの楽しみがあった。砂漠ツアーまた行きたい。次回、古代エジプトの首都ルクソールで聖者の町と死者の町を巡る。エジプトで最も保存状態が良い遺跡の一つ、デンデラ神殿複合体にも。次回もぜひご覧ください。